それでは皆さん、お庭。はい、ルアンに着きました。いや、着きましたね。ということで、皆さん、ボンジュール。今日のフランスガイドエリザベートさんです。とトラベルパートナーの中村さんです。逆じゃない。冗談でした。はい、はじめまして。ということでね、今後ろに見えていたこの駅舎なんですけども、アール・ヌーボー様式といって、20世紀初めに作られた様式ですよね。はい、このアーチ型のね、天井だとか、あと時計台なんかが見えていますよね。これルーアンのね、街中から結構よく見える時計台で、この時計台が見えると駅なんだなっていう感じになりますよ。それで先ほども言いましたけども、この駅舎までパリから本当に1時間半ぐらいしかね、ないようなすごい近いところなんです。で大体ね、電車も30分に1本ぐらいある、それぐらいね、本数も多いので、まさに日帰りできるような場所なんです。今駅前からずっと走ってるこの道を歩こうとしているんですけども、この道の名前ジャンヌ・ダルク通りと言います。このジャンヌ・ダルク通りまっすぐ行くと川にぶつかるんだけども、その川がセーヌ川なんですね。パリにもセーヌ川流れているんだけども、そのセーヌ川をずっと下っていく、セーヌ川は蛇行しているんだけども、その蛇行しているセーヌ川の下流に位置するのが今私たちがいるルーアンでございます。そしてジャンヌ・ダルク通りという名前通り、ここはジャンヌ・ダルクが最後の地を迎えた、最後の時を迎えた場所でもあるんですね。ジャンヌ・ダルクはですね、15世紀フランスが100年戦争というのをね、やっている時代の現れた、歴史的な人物ですね。ジャンヌ・ダルクはドンレミというね、ローレーヌ地方の片田舎で生まれたんだけども、彼女は若い時から声が聞こえるって言ってたんですね。どんな声ですか？どんな声かというと、神の声が聞こえるって言うんですよ。でそのね、声はまずフランスをイギリス軍から解放せよという声でございました。というのはね、当時フランスというのはもう北半分がイギリス軍、そしてボルドーがある、ワインで有名なボルドー、アキテーヌ地方っていうんだけど、そこがイギリス軍に占領されていたんですね。ですからそのようなイギリス軍を解放せよ、でちょうど真ん中にあるオルレアンっていう町があったんだけど、そこを攻めようとしていた。ですからオルレアンの包囲をイギリス軍から解放せよという声を聞いて、でさらに当時シャルル、6世という人が崩御して、シャルル7世という人の時代になったんだけど、彼はまだ王太子と言われていたんですね。ですから彼を正式な王様にするためにランス、これ今度はシャンパーニュでね、シャンパーニュが有名なランスっていうところで、発音してくれる？本当のですね。発音いいね、さすが。でそこで戴冠式を行うというね、そういう声を聞いて、でそれを実行に移すわけですね。ジャンヌ・ダルクはそのような栄光の頂点にその時はいたんだけども、その後王太子が戴冠式を行って王様に正式になった時に、シャルル7世とジャンヌ・ダルクのちょっとね、意見が食い違っていくんだよね。そうですね。シャルル7世は和平交渉をしようとしている。一方ジャンヌ・ダルクっていう人は戦い続けようとするわけ。これ中学校とかで習う？そう、習びますね、中学校で。じゃあフランスにとってはジャンヌ・ダルクって言ったらみんなが知ってるような人って感じかな。みんなが知っていますよ。でその方向性が違った時にジャンヌは、いや私はそれでも戦うと言って戦争を続けます。続けた時にジャンヌは実は敵側に囚われてしまうんですね。ジャンヌが囚われてしまい、身代金を要求された時にフランスの王様はそのお金を出しませんでした。その身代金を出したのはイギリス軍だったんですね。そしてイギリス軍の占領軍が首都にしていたのが実はここルーアンなんです。そしてこのルーアンでジャンヌ・ダルクが囚われの身になるんですが、その囚われたところをまずは皆さんに紹介したいと思います。それでは皆さんお庭行きましょう。こちらです。これは13世紀初めに作られたルーアン城でございますね。今ではジャンヌ・ダルクの塔と名前がついています。
見てください、壁。強固なブロックで作られていて、窓なんかは一切開いていないですよね。そうですね。それメルトリエールと言いますね。あとてもこの細く開いてるところ、もう一回発音してくれる？あ、メルトリエール。あ、なるほどね。そうここから弓矢とかをね、撃って敵を撃退するための穴ですよね。ですからここはね、中は窓が開いてないので非常に暗いですよ。けどもこれは中に心地よく住むためではなくて、街をね守るための塔でございますので、こういう風な形になっているわけです。で、屋根はね木造になっているんですけども、これは19世紀にまた作ったもので、当時のね姿ではないんです。当時の姿はガタガタガタとね、よく中世のお城なんかで見るような形をしているんですが、そのねデッサンがありますので、ちょっと近く、進んでいきましょう。質問そのメルトリエールのことは矢を放つわけですね。そこからそうです。答えたんですね。他は大体天気についてのコメントがありましたね。天気についてのコメントどんなものありました？寒そうですねとか、ちょっと寒いですけどコートを着てますので、気温は12度とか13度なんですが、体感温度はねもっと寒いです。10度以下って感じだよね。で、風がね冷たいんですよ。そう、風が冷たいで、今ちょっと雨も降り始めてるので、日本も雨です。マサさん、ありがとうございます。マサさん、日本も雨なんですか？フランスも雨ですよ。けどね、ノルマンディーって実は雨が降ったり晴れたり降ったり晴れたりの本当繰り返しなんです。ですからね、今もう青空出始めてますよ。ほら、さっきパラパラっと来たけど、もう青空出てるでしょ。こんな感じでね、目まぐるしく変わっていくのがノルマンディーなんです。ですからここ本当に面白いんですよ。で、雨が降ってもねすぐ止んだりするので、これもまた楽しみの一つなんですよ。で、ごめんなさい、話の続きなんだけども、ここにね塔のデッサンがございます。はい、これありますね。ちょっと読んでみて、上のところ。Le château de Rouen。ルアンの城ですね。そうだよね。その下も読んで。construit sous Philippe Auguste vers 1205。そう。ということは13世紀の初めにフィリップ・オギュストによって建てられた。フィリップ・オギュストっていうとフランスの王様なんだけど、彼あれだよね。パリのルーブル美術館、かつては要塞だったんだけど、それを建てた人でもあります。一回フランスの王様がノルマンディーを攻略した時に建てたものなんですね。その後ここはイングランド軍が占領した時にここが主要な場所になって、でここに占拠していたイングランド人、イギリス軍がジャンヌ・ダルクをこのお城の一つの中に閉じ込めていたっていう、幽閉していたっていうことなんですね。この塔じゃなくて別の塔でしたね。素晴らしい、ありがとう。そう、実はこれは大きな本丸になっていて、先ほどデッサンではこの大きな塔の周りにちっちゃな塔がいっぱいあったんだけども、これはそのなんていうの、大将というか公爵、あるいはその領主が住むための住居空間であって、それ以外のちっちゃい塔の本当に牢屋みたいなところにジャンヌ・ダルクはね捕らえられていたんですよね。でももう見えませんね。壊れてしまって。そうなんです。実は残ってるのはこれだけでして、で他のね塔は壊してしまっているので、実はねもう現存してはいないんですよ。で、こんなねちっちゃなところに牢屋に入れられながら、実はここで、ジャンヌ・ダルクの中共裁判が始まることになります。ちょっとねそういう裁判の話をしながらまた先進んでいきましょうか。で、今ねこの私たちの左手になるのかな、この建物がルーアンの市立美術館でございます。こちらね市立美術館無料で入れるような場所なんですけども、本当におすすめですよ。この先からね、ちょっと分かれ道で皆さん自身に歩く道を選んでもらおうと思いますよ。じゃあ行きます。どちらに行きたいでしょうか、皆さん。皆さん自身が選んでくださいね。木組みの家の道、で B はノルマンディ高等法院。さあ結果が出たみたいですね。接戦だというのがなんか出てますけど、だからノルマンディ高等法院ですね。なるほど、そっち来ましたか。ということでそっち行きましょうか。それでは皆さんお庭、さあ行きましょう。ということでね、今この目の前に見えている、ちょっと歩きながら行きましょうか。目の前に見えているこの建物なんですけども、もともとはここにユダヤ人街が
あったそうです。そう、これまずゴシックスタイルになっていて、ゴシックの後期ですね、フランボワイヨン様式というゴシック後期で、さらにこの後にルネッサンス様式というものが続くんですが、ちょうどそれのね過渡期っていうかな、そんな時代です。で、ぴょん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 出てるのがありますけども、人間がありますね。人間の彫刻。ガーゴイルっていうんですが、よそんなこれ水がね出るようになってて、普通はね怪物とかねモンスターなんだけども、この部分だけはね人になっているんだよね。ここはですね高等法院という名前がついてて、これ一体何なのかって感じなんですけども、もともとはユダヤ人街があって、それを立ち退いて、でそこに商人たちがね集まれるような、会議所を作ったそうです。でその後それがノルマンディー公爵の行政とか会計を行うような建物になり、その後裁判所になってるんですね。ジャンヌ・ダルクの上げ足を取っていくわけですよね。でそこで彼女が異端であるっていうことをどんどんねその証明していこうとするんだけども、そこはやっぱりジャンヌもね、頑張るわけです。そしてある時このルーアンのサントゥーアンというね修道院があるんですが、そこにお墓が当時はありました。今ではちょっとしたね庭園になっているんですが、そのお墓に連れて行ってジャンヌの目の前に処刑台を、ちょっと向こう行こうか、処刑台を、設置しまして、そしてその前にジャンヌを立たせて判決文死刑の宣告の判決文を彼女の前で読みます。そのようにしてねジャンヌを怖がらせようとしたんですね。そしてその脅しに彼女は一回屈してしまって、ごめんなさい、私の聞いた声っていうのは神でも何でもなく全部私の捏造ですと言わされてしまったんですね。そしてその時に、その判決書みたいなものをね、判決文みたいなものにサインをさせられました。もう私は異端ではありませんというところにサインさせられたんですね。で、声は嘘でしたとかでジャンヌ・ダルクはその文章が読めなかったんです。だからその悶々のために悲劇になったってことあってました。先ほどね言っていただいたんだけど、まさにねそういう感じで、彼女の悲劇の一つになりました。でなんでそれが悲劇になったかっていうと、とりあえず彼女はサインしてしまったと。それで死刑判決ではなくサインした途端に彼女は一応許されて終身刑になりました。だから罪がね軽減したんだけども、その後やっぱりジャンヌ・ダルクは自分の良心に従って生きたので、いや私は本当に神の声を聞きましたっていうふうにもう一回自分の意見を変えるんですね。変えた途端に彼女は異端に戻ったと判定されてしまったんです。一回教会の言うことを聞いてサインしたんだけども、もう一回自分のちゃんと神の声だよって宣言したために戻り異端という烙印をされ、戻り異端ではもう生かしておくことはできないだろう、彼女はもう救えないという話になって、彼女の最終的な処刑が決定しました。でこの木組みの家がずらっと並んでるんだけども、その石造りの建物の隣に今タバコ屋さんになってるけども、その隣に黒い、ね、建物があるじゃないですか。花もたくさん、そうそう、赤い花がね生けてあるところ、あそこはね、クローヌといって王冠という名前がついている、ありがとう、だからほら1階2階部分の右のところにちょうど王冠がついてるじゃんね。金属の王様のね王冠がついてるね、であれが店の印なんだけどさ、ここはね非常に古い建物で、フランスの中で最も古い旅館になっているところです。フランスの中で最も古い、旅館になっているんだけども、実は現在はレストランになっていて、そこでルーアンの名物料理を出しているんですね。ということでここでクエスチョンです。お願いします。気になりますね。ルーアンの名物はどんなものなんですね。気になりますね。じゃあ質問はもちろんルーアンの名物料理はどれでしょうか。 A カモ、 B 羊、 C 豚、ということなんですね。どんな動物を使った料理がルーアンの名物なんでしょうかという質問でございました。さあ皆様ねちょっとねこれを考えていただきながら、さあ最後の終焉の場所へと皆様をお連れいたしましょう。最終的にジャンヌ・ダルクは戻り異端ということでね、もう彼女は救うことができないと、もう彼女は、なんていうかこれ以上彼女を生かしておくと
他の教会の被害が起きるというふうに言われてしまったんです。どういうことかというと、例えば木がありますよね。木の大きな木を教会と例えると、一本腐った枝があったらそれを切ってしまわないと木全体が枯れてしまうっていうようなことを言われてしまうんです。ですからそう悲しい比喩だよね。ジャンヌ・ダルクみたいな人を生かしておくと教会全体が異端になってしまう可能性があるので、彼女はその処罰しなければいけないというような判決で、彼女はここのまさにこの旧市場広場で火あぶりの刑家刑になることになります。だから墓がありませんね。さあそこでね、皆様に見ていただきたいんですが、どこで火あぶりになったかというのがですね、ちょうどあそこに見えるかな看板があるんですがどう読めそう？そうですね。読めますよ。頑張ります。字がちっちゃくてもルブシェと書いてありますね。ブシェってどういう意味？ルブシェってほらクリスマスにさ、ケーキ食べるじゃん。ラブシュと言います。そのケーキのクリスマスのケーキなんですけど、木の巻ですよね。木の巻だよね。そうだからここで火あぶりにするために薪を積んでたところなんだろうね。さあそしてね、今度はこちらの彫刻をご覧ください。このジャンヌ・ダルクが今度は処刑されている場所が表現されています。まず、この彫刻の下をご覧ください。そうするとね、このブッシュですよ。まさにね、薪が置いてあるでしょ。その薪に火がついて炎がメラメラっと上がっているのが分かります。服を舐めるようにね、炎が上がっていて、そしてジャンヌが今手をね結んでいるのが分かりますよね。手を結んで祈ってる姿です。手首に何かが、ついてるね。手首、何がついてるんだろう。ほら、ますか？手には手錠がかかってる。手枷がねかかってて、彼女が囚われの身になってそのまま火あぶりになってるってことが分かりますよね。そして彼女はここで1431年に火あぶりになった後、彼女は異端と判断されて、処刑されたわけなんだけども、その25年後なんですね。その25年後に今度はシャルル7世が動きます。この裁判は彼女にとっては不当な裁判だったんではないかと彼が言い出すんです。まずシャルル7世はその25年後にね、シャルル7世はフランスの領土からイギリス兵を駆逐することに成功してるんです。そしてその駆逐した後にこのような復権裁判と言われるものが少しずつ始まっていきます。そしてね、ジャンヌ・ダルクを誰よりも忘れなかったのは誰かっていうと、オルレアンの人々だったんです。そうですね。オルレアンの人々はイギリス軍に囲まれている時に彼女が助けに来ました。そしてその彼女の助けをオルレアンの人たちは忘れてなかったんだよね。だから彼女が処刑された後っていうのも、彼女のお母さんに年金を出したり、彼女のお母さんはそれでオルレアン氏が引き取ってずっとねオルレアンでね彼女のお母さんは生活していたんですよ。でそのオルレアンに教皇の特使が来た時にお母さんが直訴しました。そこで物事が動いて復権裁判というのが始まっていきます。で今度その復権裁判で判事となった人々っていうのは今度はフランス側の神学者たちだったので、それでねやっぱり不当なものが行われている。これは非常に政治的な問題で、彼女は、無実であるっていうことがそこでね、最終的に決定されて、その決定の中にこのジャンヌ・ダルクのために彼女は無実で処刑されてしまったんだけども、彼女のために十字架を立てましょう、立てなさいという、判決が出たんですね。さあこのねジャンヌ・ダルク教会、今ちょうどこの北側にいてね、その美しいステンドグラスが見えているんですけども、このステンドグラスというのはジャンヌ・ダルク教会が建てられる、ごめんなさい、ジャンヌ・ダルク教会というのは20世紀、半ばに建てられているんだけども、このはまっているステンドグラスは実は600年前に作られているものなんです。これ16世紀のステンドグラスで、もともとはセーヌ川近くにあった聖晩餐教会というのがありました。しかしそこが1944年の爆撃によってほぼ破壊されてしまったんですね。しかしこれおそらく爆撃されるだろうということで、ステンドグラスだけはもともと外して保管しておきました。だから残ってるんですね。その16世紀の傑作と言われているステンドグラスを
こうやって新しく作った時にまたもう一度その教会にはめて今このように見せているんですね。そしてこれが私たちの目の高さになるようにある工夫がされています。さあちょっとカメラマンさんこちらまで来てください。そうして下を見ていただくと今私たちの立っている場面よりも地面をね掘り込んで建物を作っているんですね。はい。でこの掘り込んで建てていることによってもう一度目を上げてみるとちょうど私たちの目線のところに16世紀のステンドグラスが来るようになっているということなんですね。素晴らしいでしょ。何クイズ？あ、クイズ？あ、そう、クイズの答えが出たんじゃないの？一番多かったのは B、だからカモ。違う、B は羊。ごめんなさい。B は羊。だからその問題はルーアンの名物なんでしょうかって話だったね。そういうですね。一番多かったのは羊だと。はい。で次はカモでした。はい。じゃあ正解お願いします。正解はカモです。A のカモが正解でございました。そう、ルーアンのね名物料理っていうのはカモなんだけど単なるカモじゃないんだよね。ちょっと料理名言ってあげて。ルカナ？料理名？c'est le canard au son と言いますね。カナオソンというんだよね。ソンっていうどういう意味？血のこと。そう、血液のことなんですよ。これ面白い料理でね、カモをちょっとだけローストしてそれをテーブルのところで切り分ける。切り分けた後にブドウの圧搾機みたいなちっちゃいものがあってね、そこに肉を入れて圧搾するんですよ。圧搾するとそこから血がポタポタっと垂れていくんだけども、そう、その血を使ってソースを作りお肉を食べるという料理なんですね。チーズ屋さん、チーズ屋さんあるじゃないですか。なんかノルマンディーといえばね、チーズ屋さんが結構有名なんだよね。で、そのノルマンディーのチーズで有名なものといったら何か？みんな知っていると思いますけれども、とても有名なフランスのフロマージュチーズです。カマンベールです。カマンベールと言ったらね、これはね非常に有名なチーズだよね。で、ノルマンディーはやっぱりねチーズとかバターで非常に有名で、結構ね放牧とかがされているんだよね。でこのね有名なねチーズってね、これちょっと匂いもすごいですね、本当に。でちょっと皆さん見てください。ここにねハート型のチーズがあるんだよね。これもねボンジュール、これもノルマンディーのチーズでニューシャテルっていうものなんです。だからノルマンディーのチーズはね、ここにあるのがノルマンディーだ。ニューシャテルってハートのチーズでしょ。そしてポンレベックっていうこの四角いチーズもノルマンディーのチーズで、そしてリバロっていうのもノルマンディー、そしてカマンベールだよね。これね今ねチーズ職人のダニエルさん、ボンジュール。素晴らしい。でこのノルマンディーのね、オンデドゥキャット。さあ今ねちょっとニューシャテルっていうノルマンディーの専用のおすすめのチーズがあるので、店のねチーズ職人とか熟成師っていうのかな、ダニエルさんがちょっと味見をさせてくれるっていうことになりました。メルシーボク。メルシーボク。d'abord c'est celui. OK. Doncニューシャテル。じゃあいただきます。はい。めっちゃ濃厚。ちょうど塩の味が。ニューシャテルって結構しょっぱいんですよね。味がすっごいしっかりとついていて、食べたら本当にぬわーってってね口に出る感じで、今ここにおじさんが置いてくれたんだけども、今私たちが食べるのが一番右のね一番右を食べていて、そしてその隣がリバロチーズでポンレベック、カマンベール、丸いのがカマンベールね、でまたニューシャテルっていうことなんですね。さあ結構ね人通りが多くなってきたな。さあ行きましょう。そう混んでいますね。結構賑やかでルーアンのメイン通りみたいなところだよね。そうですね。たくさんの最近流行っているお店とか、若者のお店とかも多いんですよ。ここはルーアンのいわゆるメイン通りと言われているところで、道の名前がねグロ・オルロージュ通りと言います。
またあと3分ってカズさんが言ってました。延長戦あと3分。延長大歓迎って小夏さん。ちょっと延長戦でお願いします。すみません。お願いします。ちょっとねまだねやっと今メインに入りました。はいはいはい申し訳ありません。長すぎて。もういつもねちょっとすみません。時間読めなくてごめんなさい。ありすぎて。でこの辺のこの木組みの家とかも素晴らしいでしょ。そうですね。例えば木組みの家とかもいろいろ見ていて、例えばこの家なんて少し出っ張ってると思いませんか。で手前が平らだけども出っ張ってるでしょ。1階部分より2階部分がせり出していて、3階部分はよりせり出している。これがね結構古い建物なんですよ。実はこのせり出してはいけないという法律が、16世紀半ばに決まります。だからそれ以降の建物っていうのは平らなんですよ。だからこれからね木組み見てきたらせり出してるか平らかよく見てくださいね。はい。でこれは例えばすごい古い建物なんだけども、この建物実はお菓子屋さんになっています。マカロンのねタワーみたいになっていますけども、ここにこんなお菓子があるんですよ。ジャンヌ・ダルクの涙というね、これアーモンドチョコレートなんだけども、こんなねお土産ですかね、もありますので、こんなところでアーモンドチョコレート買ってみるのもいいかもしれません。正面に大時計が見えてきました。ちょっとねこの大時計の関する質問いきましょうか。はいはい。大時計に装飾いる動物は何でしょうか。はい、で今ね目の前に大時計がこれからその真下を通っていくんだけども、はいはい、そこにはいろんな装飾がされてるんだけど、ある動物がねたくさん出てくるんですね。それは A ライオン。ライオンじゃないか。 B カモ。カモじゃないか。 C 羊。羊じゃないかということなんですね。さあ皆様に考えながらちょっとね先行きましょうか。見えますか。皆さん考えてくださいね。このねいわゆる大時計がルーアンの街を象徴するような、場所なんですよね。ここは本当に一番有名なところかな。ポストカードなんかに、出てくるときは基本的に、ここの風景が出てくるかな。はい。でこの大時計というのはもともとはね時計はなくて鐘だけだったんですね。12世紀にこのルーアンの市庁舎がこの鐘を鳴らす権利というものを得まして、鐘を鳴らす。でその後ですね14世紀かな、その時にこの初めて時計がね、つきました。その時計がつくことによって定時になると鐘が鳴るというシステムが確立したんです。そして今私たちの目の前に見えてきたこの装飾ですね、この時計盤は16世紀のルネッサンス時代に作られたものなんですね。でどうだろう、回答出た？回答出ましたね。じゃあちょっとそれ回答見てみましょうか。はい、答えは C でした。C が多いですね。 C ってことは何？羊です。何でしょうか。じゃあ正解いきましょうか。正解は羊です。羊でございました。このねどこに隠れているかというと、このね時計の長針というか、これ実はこの時計1本しか針がないんだけども、針の先を見てください。どうだろう。そうすると針の先っぽに入っているものがありますね。わかりました皆さん。はい。ということで、このね羊のこのマークがねこの長針の先にもついているんですよ。ただそれだけではなくて、例えばこのアーチの今度は下をご覧ください。アーチの頂点のところにまた羊がねいますよね。そして今度はアーチを通っていきましょう。このアーチの下にも羊がたくさんいますよ。何匹も。上を見てください。見てください。そうすると見てください。ここは羊だらけ。でこのアーチのところにも全部羊がいまして、だいたいこのアーチの下には40頭の羊が表現されているっていうふうに言われているんですよ。小読さんからの質問なんですけれども、なんで羊って。素晴らしいいい質問ですね。まずちょっと正面この真上を見てください。そうするとここに羊飼いが表現されているんだけども、聖書の中で羊飼いというのはイエス・キリスト、迷える羊を導くという意味で救世主という意味があるんですね。ですからこのようなキリスト教にあやかって羊というのもあるし、そしてルーアンは実はねここは毛織物で発達した町でもあるんですね。羊というと羊の毛、羊毛を表現
想像するんだけども、そのような、織物とね非常に、結びつきがあるところなので、このような羊がたくさん描かれています。そしてこちらにねルーアンの町の紋章があるんだけども、ルーアンの町の紋章実は羊になっているんですよね。はい、でこんな感じでねルーアンというのは羊と非常に、結びつきの強い町ということが分かりますよね。はい、このね羊こそ今回の見どころでございました。見どころですね。これがルーアンの大聖堂でございます。素晴らしいでしょう。これは12世紀から16世紀にかけて作られた、ルーアンのね、ゴシック、フランボワイ様式というゴシックの後期の建築をね代表するような建物でございます。実は12世紀から16世紀って400年の隔たりがあるんだけども、まさにねこの教会よく見てみるといろんなところで違う時代に作られているのがわかるんですよ。まずこの教会で左端です。左の一番下、これサンロマンの塔と言われているんですが、今ちょうど記者がね観光用の記者が目の前に止まっているんだけども、その奥にある場所というのがちょっとねごっついというかねザラザラしたブロックが積んである形になっているよね。これが12世紀に作られた部分でございます。でそのサンロマン、素晴らしい天気ね。でこの上をずっと見ていくと、そのちょっと太陽で見えるかな、その上の部分だけ一部石の色が違って見えませんか？あの上の部分は15世紀に作られた部分ですね。でその後に作られたのがこの正面が作られたんだけども、この大聖堂の真ん中の扉が作られた時代と右左左右の作られた時代がまた違います。そうですね、真ん中は16世紀に作られたんですが、左の部分は12世紀に作られています。ですからね真ん中部分ものすごく細かい装飾、もう石のレースのようになってるんだけど、その右と左の壁っていうのは結構シンプルになってるのが分かりますか？さあそしてね今度ねこの右のタンタンさんが質問してくれたんだけども、右の塔、さあこちらね見ていただきたいんですが、こちらに関しても質問いきましょう。そう大聖堂の右の塔は何と呼ばれているんでしょうか？さあここにはあだ名がついていたんです。それは何でしょうかという質問ですね。A チーズの塔、 B バターの塔、 C パンケーキの塔ということです。チーズの塔かバターの塔かパンケーキの塔か、さあそのあだ名は何でしょうかということでございました。あと答えも出ましたね。答え出た。よし、A が一番良かったそうで。問題なんだっけ？そもそも一番多かったそうで。問題はなんだっけ？問題はチーズの塔かバターの塔がパンケーキの塔の。そっかそっか、この塔だ。この塔は一体あだ名は何でしょうかという答えでございました。一番答えが多かったのはチーズの塔。チーズの塔、その次が次はバターの塔ということなんだけども、じゃあ正解お願いします。正解はバターの塔です。バターの塔でございました。一体なんでバターの塔かっていうと、今見てください、この色、他の建物の色と違うような気がしませんか？違いますね。ちょっとバターの色じゃないでしょうか。そう、バターの色をしているよね。これね、違うところから取れた石を使って作っているんですね。ですからバターの塔っていう名前がついてるっていうのと、あとはイエスがね復活祭というのがありますけども、その前に40日間四旬節というんだけども断食をしなきゃいけない時期があったんですね。でその時には、断食って言ってもね何にも食べちゃいけないわけではなくて脂肪分を食べてはいけないというねことが決まっていたんですね。そしてその脂肪分を食べてはいけないから、例えば卵ダメ、あと乳脂肪分もダメなんですよ。だからチーズもダメ、バターもダメっていうことなんですね。けどもノルマンディーといったら美味しいバターがあったり美味しいチーズがあったりするわけでしょ。だからねそこでもねやっぱどうしてもその四旬節の間でも食べたいと思うわけですよ。そこで教会は考えた。じゃあ免罪符というのを発行します。お金を払った人だけしょうがないな食べていいよっていうことにしたんですね。そういうことやってるからね宗教戦争っていうのが起こっちゃうんだけどもけどもそれで免罪符を発行して、その免罪符を買った人に関したらバターは食べていいですよというふうに決めたんですね。それでお金を貯めて、作った教会なので作った塔なのでバターの塔と
いうふうに言われているんです。でなということでね、見えてきたよね。これがはいサンマクル教会なんだけども、このまずね、一番下の部分には5つのアーチがあります。で、真ん中のアーチだけ非常に大きくなっていて、でその枠の部分にもたくさんのね、装飾がされています。でそのとんがったアーチの上見てください。透かし彫りのような、まさにこれまた石のレースのようになっているんだけども、三角形の部分がありますよね。その三角形の部分の透かし彫りの装飾見てください。そうすると円のようなものだとかそういうものがついてるんだけど、それがメラメラメラっと波線になっていて、何か炎がボワーっと火がね、ついてるような装飾になっているの分かりますか？でその後ろちょっと見にくいかもしれないけど、バラ窓もそのようなメラメラメラというようなね装飾になっていますよね。このような炎のような装飾というのをフランボワヨンと言いまして、これがね、この教会の特徴、ゴシックのね講義の特徴になっているんですよ。はい、ということでね、今回も非常にねオーバーをしてしまったんですけども、やっとここまで来ることができましたね。そして今回ね、いろんなところを紹介することができましたけども、今回こういうような紹介ができたのは、実はルーアンの観光局に勤めているヤニックさんというね、方がこのねツアーを、私たちのツアー手伝ってくれたんです。はい、彼女がね、いろんなところ、まだ私たちが下見を始めた時には空いてない教会がたくさんあったし、モニュメントも空いていなかった、そんなところを全員のところに掛け合ってくれて、皆さんの日本の人たちにルーアンの素晴らしいところを見せたいんだということで掛け合ってね、いろんな私たちの下見とか、このツアーのね紹介に携わってくれた、本当に尽力を尽くしてくれたヤニックさんなんですね。ちょっと皆さんに一言お願いできますか？Bonjour, donc j'espère que vous avez passé une bonne balade virtuelle avec Jeanne d'Arc, Claude Monet, Gustave Flaubert, Maurice Leblanc, et je serai vraiment ravie de pouvoir vous accueillir ici, bientôt j'espère, pour que vous puissiez vivre cette expérience par vous-même. さあちょっと簡単に訳しますね。このルーアンというね街を散策、とっても良かったんじゃないですか。素晴らしい散策だったことを願っていますよ。おそらくジャンヌ・ダルクだとかフロベールだとか、あとモリス・ルブランだとか、いろんな人と出会えたんではないですか。本当にルーアン素晴らしいところでしょう。だからいつか皆さん一緒にルーアンでお会いできることを心よりお待ちしていますよ。ありがとうございましたということでした。本当にヤニックさんありがとうございます。ということでね、すごい長くなってしまって、なんだけども、本当に本日は、このツアーに参加していただきましてありがとうございました。それでは皆さんありがとう。